はようございます。たかしです。本日は12月14日木曜日、ただいま9時25分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在日足は緑の平行チャンネルの中で動いておりました。そして現在また再び下限付近に来ましたね。一旦下限で、先週反発してきましたけれども、再び同じところまで下げてきたというところです。昨日は強い下落をしてきましたが、ただ現在はチャンネル下限にありますので、ここからどんどん下落するかどうかというところは怪しくなってきましたね。もしもう一段下落したとしても、このピンク丸安値178円ぐらいというところが次は意識されてきますので、下落したとしてもそのくらいですね。そのくらいまでの下落余地はあるんですが、現在はチャンネル下限にありますので、当然ここから反発上昇するということも考えられますので、その辺は見ておきたいですね。基本的には昨日のこの下落の流れで下落しやすい試合ではあるんですが、しっかり上がったところから売っていくという戻り売りをしていくことが大切です。ですのでまずは一旦の上昇を待ちたいですね。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯下向き、そこに接触しての下落になってきております。昨日もわずかですが、髭先で GMMA の青帯付近まで上昇してそこからの下落になっております。そして現在はダブルボトムが意識される、そういうところに来ております。なおかつストキャスティクスも安値圏から今ゴールデンクロスしようかというところですので、一旦の反発を待ちたいですね。それから GMMA の青帯と乖離がありますので、まずはその辺付近までの上昇を待っておきたいですが、ここにオレンジの水平線、白の水平線がありますが、その辺も意識されてくると思いますので、現在地から上昇すれば、まずは一番手前の水平線 181.2 付近、それからそこを上抜けてくると、次は 182.8 付近まで上昇していくと思いますが、基本的には GMMA のこの向きにトレードをしていくっていうのが、この下落トレンドに対する順張りになってきますので、一旦の上昇を待ってから次上げ止まりからの下落の流れに乗っていけるといいと思います。では1時間足です。1時間足、昨日の下落はダラダラとした下落でやりにくい相場だったと思います。現在は GMMA の青帯との乖離、こちらも乖離が進んでおりますので、まずは GMMA の青帯ぐらいまでの上昇を見ておきたいですね。そのあたりまで上昇してくれば、そこからの下落の流れを考えておきたい。こんな感じですね。上昇していって、そしてそこからもう一回下落してくる。そしてそこでダブルボトムになって上昇していくのか、それとも下抜けていくのかっていうところを見ておきたいですね。現在はダブルボトムが意識されて一旦の反発上昇を待っておくのがいいと思います。1時間足ストキャスティクス今安値圏からゴールデンクロスしてきてますので、少なくともこれが高値圏に来るぐらいまでは待っておくのが安全だと思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。こちらはオレンジの平行チャンネルの中で動いておりまして、そこを下抜けして、そして一度上昇したんですが、再び下落してきたという現在はその形。そしてこちらもポンド円と同じく直近の安値付近でのダブルボトムになるのかなというところを今から見ておきたいですね。このまま下落してくれば、この辺りですね、この白の水平線 139.5 付近を目指して下落すると考えますので、まずは直近の安値を下抜けられるかどうか、そこを下抜けてくると 139.5 付近を目指して下落していくと思いますが、現在はまずはダブルボトムを意識したいので、一旦の反発上昇を見ておきたいですね。では4時間足です。昨日はこの白のトレンドラインにぶつかってからの下落になっております。ちょうど GMMA の青帯にも接触、それからトレンドラインにもぶつかったというところで、この辺トレードはしやすかったかもしれないですね。そして現在はストキャスティクスはそろそろ安値圏に入りそう、それから直近の安値付近も近いということですので、一旦この直近の最安値の 141.5 付近まで下落するかもしれませんが、やはり基本的にはダブルボトムを意識されると思いますので、まずは反発の上昇、そこからの戻り売りっていうところを考えておきたいので、本日は調整の上昇の1日で終わるかもしれませんね。なのでじりじりと上昇してきて、そこから次の下落のタイミングを見ておく、そういうような動きになってくるかもしれませんので、昨日が大きく下落してきたからといって本日もどんどん下落すると思って、こういうところで飛び乗ってしまうと逆向きの大きな動きに巻き込まれてしまいますので、それは注意ですね。では1時間足です。1時間足エリオット波動をイメージしておりました。この5波ですけれども、結局途中で終わったんですね。上げきれずに終わったというか、ここトレンドラインが走っておりましたので、そのトレンドラインの方が強かったということで、そのトレンドラインからの下
下落になりました。この辺見ておくと、ローソク足の形見ていると分かりやすいですよね。この辺で上げ止まっているのが分かりますよね。そしてトレンドラインもぶつかった。そしてオレンジの水平線もあったっていうところで、この辺りからの下落の流れに乗れた方もいるんじゃないでしょうか。比較的分かりやすい形をしていると思います。そして現在は昨日の大きな下落に対して一旦戻り売りを考えたいんですが、1時間足ストキャスティクスを見ていても安値圏にありますので、やはりこの GMMA の青帯との乖離もありますし、一旦は上昇を見ておきたいですね。まずは1時間足のストキャスティクスが高値圏に来るぐらい、もしくは GMMA の青帯に近づいてくるぐらいの上昇を待って、そこからの下落の流れ、こんな感じで一旦上昇してからの下落っていうところですね。そしてもしこのままどんどん下落していく場合は一旦様子見がいいと思います。もちろんこのまま下落が加速するっていうことも考えられますが、インジケーターを見ていてもそろそろ一旦下げ止まりを起こしそうなポイントですし、この場所的にもダブルボトムっていうのが意識される、そういうところにもあります。インジケーターも一旦反発しそうですし、場所的にも反発しそうなので、一旦の反発を待つのがいいと思いますので、このままどんどん下げていった場合はそこに乗っていくんじゃなくって、下げ止まりを待って次の反発を見ておくのがいいと思います。こういった大きな下落が起こった次の日っていうのはそのまま続落すると思って、今もちょっと下げかけてますけれども、この流れに乗ろうとする人がいるかもしれません。短く乗っていく分にはいいかもしれませんが、現在はダブルボトムが意識される、そういうポイントに来ておりますので、ここからどんどん下げるとはちょっと考えにくいですので、このまま下げていく場合は一旦様子見がいいと思います。どこかで必ず反発しますので、下げ続ける相場、上げ続ける相場っていうのはありませんので、下がったら上がるし、上がったら下がるっていうことを繰り返しますので、今、昨日の下落に対しては一旦の上昇を待つ。そして上昇せずにこのまま下落していく場合は、次の下げ止まりからの反発の上昇を見ておくと分かりやすいと思いますので、その辺を本日は見ておくのがいいかもしれません。ただし、大きな下落の次とか、大きな上昇の次の日っていうのは、調整の動きだけで終える可能性もありますし、先ほど言いましたように、じりじりと上昇していって、本日はそれだけで終える可能性もあるし、分かりにくい動きですね。調整の動きって分かりにくい動きをしがちですので、その辺は注意ですね。昨日強く下落してきたので、本日は戻り売りが優勢ではあるんですけれども、しっかりと戻しをつけずに下落していく場合は、その下落の流れはあまり優位性がないと思いますし、現在は日足でも安値圏にありますので、その辺は意識しておく必要があります。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しております。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。時々掲示板の中身は Twitter でも公開しておりますので、よければ Twitter もご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。